皆さんこんにちは。さて今ですね、ステップワゴンに試乗しております。でこちらですね、すでに試乗動画の方は出しているわけなんですけれども、さまざまな車発売されていて、その中でこの車買っておけばよかったな、この車欲しかったなっていう車っていろいろあるんですけれども、その中でこのステップワゴンに関して私は買っておけばよかったなっていうふうにちょっと後悔するぐらいに試乗した時の感触がよくっていい車だなっていうふうに思っていたので、今回もう一回試乗してみたいなっていうふうに思ったところです。でこのステップワゴンですけれども、マイナーチェンジを控えていまして、このマイナーチェンジ後のモデルが出てきた時にやはりこのまず試乗はしてみたいなと思っていまして、その際にこの今乗っているマイナーチェンジ前のこの現行のこのステップワゴンと比較して、どんな違いがあったりとか、どんな進化をしているのか今後ねお伝えできればというところで乗ったというところでございます。今ですね、普段本当にもう ZR-V であったりベゼルであったり、そういったホンダ車でよく走っている道の方に出てきているんですけれども、感動しているポイントは何かっていうと、すごく滑らかな乗り心地なんですよ。非常にフラットにこうスーッと走れる感覚と、下からのゴツ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 をしっかりとオブラートで包んで最小限にして室内に入れてくるっていう、そういった乗り心地なんですよね。クリード、そしてオデッセイもそうですね、ありましたが、その中多分一番乗り心地がいいんじゃないかなっていうふうに思います。ZR-V だともっとドドドドドガガガガっていうふうにいろんな衝撃が入ってきちゃうところをもううまくいなしてフラットにして舐めるようにしてスーッとこの段差を通過していく。今段差通過しますけれども、こういう段差もこれですね、ZR-V だったらガツンってくるところをうまくふわーっと乗り越えていく、この辺りの乗り越えの気持ちよさとフラットな感覚、これが気持ちいいのと、あとねもう一つあるのが、ちょっとね船に乗ってるようなクルージングしてるようなふわっとした感覚があるんですよね。芯のある柔らかさっていう感じがあって、すごく気持ちいいんですよね。過去フランス車のシトロエンっていう車は結構持ってました。C3、C3 エアクロス、C5 エアクロスといろいろ乗ったんですけれども、あちらって結構ホーム絨毯って呼ばれるすごい気持ちいい乗り心地を持ってる車なんですが、そこの感触もあるこのふわふわっとした気持ちよさ、この車の乗り心地よさってやっぱりすごいいいなって。今大体50キロ台半ばぐらいの速度でこういった路面のところをスーッと流しておりますが、こんな感じですね。本当にこの足の継ぎ目を舐めるようにして、そして車が揺れる時にもすごく柔らかい揺れをねスッて伝えてくれるっていう、この感覚が気持ちいいんですよね。それからもう見てて分かる通り、ここら辺走ってても本当車が変に大きなバウンドしないんですよね。本当フラットにスーッと車走ってるのが分かると思うんですけど、そして柔らかくふわっと着地していく、スッと車の揺れが収まって緩やかにスーッと走っていくっていう、この辺りのねこのフラットライドな感じとかが気持ちよくてね、やっぱりいい車だなっていうところをすごく思う。いいなっていうポイントっていうのが、アクセルを踏み込んでいった時の車の加速する時の感触ですね。やっぱりジェントルに加速をしていく感覚っていうのがあって気持ちがいいなと。ムラがなくね、本当にスムースに加速をしていく、気持ちよくスーって加速をしていくのもそうですし、20キロ30キロという速度が出た、そこからさらに加速をした時にちゃんとギュッと加速をしていく。ただそれも急すぎなくって、本当にその乗員が驚かない形でも力強く加速していく、この加速の仕方っていうのもすごくいい塩梅なんですよね。乗っててね、やっぱり自分自身乗ってても気持ちいいなと思える、そういった走りになっているっていうところが個人的にはすごくいいなというところがあります。この速度を上げていきましたよという時に視点変化がやっぱり少ないっていうのもいいポイントなんですよね。これもちろんこの車としてのさまざまな路面流域を乗り越えていく時にガタガタコトコトっていう風に車がもう上下にバンバン揺さぶられるっていう動きをしないからっていうところと、アクセル踏んだ時にノーズの動きっていうところがそんなに激しくない、本当にフラットにスーッと加速をしていくんですよ。そこも含めてやっぱり走っていてのこのフラット感高くって運転してて本当に楽だなって思うものと、プラスやはりこの加速の仕方、速度の出方、速度の乗り方っていうのが非常に気持ちがいいっていうところポイントだなというふうに感じるところであります。運転
転がすごくねしやすいんですよね。大きいタイプの車なんですけれども、すごくね視界もいいし視覚が少なくって、オデッセイとかフリードとかあちらも運転しやすい車なんですけど、私ねやっぱこのステップワゴンが一番ね視覚少なく、これだけ大きい車なんですけど視覚少なく運転しやすい、見晴らしもいいというところもそうです。やっぱりこのボンネットまでのここがねそんなに長さがないんですよね。大きすぎる車に乗ってるっていう感覚もなくって、ちょうどいいこのサイズ感っていうんですかね、大きさですし、今のこの着座位置からだと前のねボンネットもなんとか見えてるんですよね。でそういうところでも車の感覚がつかみやすい、そして三角窓も大きく取られていて、この辺りの視界も取りやすくて、後ろをこうバーッと振り返っていった時にも後ろの方も窓ガラス C ピラーとか後ろの方の窓ガラスもすごくちゃんと開いてて、視覚が少なくできている。あと、ハンドリングっていうところなんですけども、いやこのハンドリングはやっぱりいいんですよね。この手応え感っていうところも軽くなく扱えるのと、ハンドルちょっと切った時に車がちゃんとヒュッシュッと動いてくれるんですよね。でもピーキーにパパパって動くわけじゃなくって、上院にこう負荷がかかるようなこう急なノーズの動き方をしないっていうあたりが、でも運転していてちゃんと動いて反応してくれているってあたりの塩梅がすごくいいなっていうふうに思うんですよね。ブレーキのところもね、やっぱりブレーキタッチは、ホンダさんらしくいいものになっている。これだけの大きいタイプの車なんですけれど、ブレーキはしっかりと均一に効いてきて、前も話したと思うんですけど ZR-V とかだと若干ブレーキ最後ちょっと流れる感覚っていうのがあるんですよね。ここで止まりたいんだけども意外にちょっと前に行ったなとか、ちょっと踏み出しちゃったなとか、そういった風に感じちゃう場面がたまにあるんですけど、ステップワゴンに関してはそういったね感触っていうのも少なくって本当によくできていると。この車、減速セレクターがついているっていうところも非常に強いストロングポイントだなと思っていまして、今もちょっとね下り坂のところで減速セレクターをカチカチっと入れて速度下り坂で伸びないように調整をしたんですけれども、この辺りの調整もねしやすくって、通常ああいうところってブレーキ踏むんですよ。でブレーキ踏むとどうなるかっていうと車がギュッて強い制動かかっちゃうんですよね。そうすると乗員の方の乗り心地っていうところの悪化にもつながる。これをこの減速セレクターで若干回生強くしてあげて、こう緩やかに速度が伸びないようにしてあげる。そうすると乗員も楽な形で速度を上げないとか速度を緩やかに落としていくっていう、そういったこまめな調整ができるんですよね。この辺りもねいいなと。走っていく時のさまざまな視点変化であったりとか、前後の揺さぶりっていうものを極力ねここの部分でうまく操作してフラットに乗り心地よく走らせようっていうところが一つのミソなので、この辺りのやっぱり立ち上がり方、制動力の立ち上がり方含めて使い勝手のいいものになっているっていうのもいいですし、この車の走らせ方にマッチしている、そんな装備だなというふうにも思っています。今非常に路面がザラ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 っとした、こういった道を走っているわけなんですけれども、走ってて思うのがこのロードノイズですね。これがね本当に静かに抑えられているっていうところが挙げられるかなと思います。フリードとかもっとここロードノイズゴーッと高く、なっていたんですけども、やっぱりこのロードノイズを本当にしっかりと抑えていて、走り静かだなって思える、そういったものにやっぱりなっていて、他のホンダ車と比べても 1段階2段階上のこのロードノイズの抑え込み方をしているっていうのがやっぱり特徴的だなと思っています。先ほど乗り心地すごく柔らかく乗れますよっていう乗り心地の良さと、このロードノイズの少なさっていうところでやっぱり気持ちいいなって、世界観としてやっぱりゆったりとこの乗れるっていう感覚が強くあって、上質な車っていうんですかね、その感覚が強くあるんですよね。やっぱり家族が乗って快適に動けるというところで、この静粛性と乗り心地の柔らかさっていうところを出しているんだなと思うと、結構ねこのステップワゴンっていうのは世界観が本当にいい感じでまとまってるなっていうところを乗っていて感じているところであります。あと外から入ってくる音、周りの車が走っていく、その音とかに関して言っても結構ね抑え込みがすごくいいんですよね。しっかりと遮音をしているぞというところ、これがね感じられる。外から本当に走ってる他の車の音もしっかりと抑えつつロードノイズも抑えているので、すごく静かだなって常々ずっとそうやって静かだなと思いながら走れるっていうところが個人的には感動ポイントになるかなというふうに思います。ですので、走りながらちょっと収録の方を私しているわけなんですけれども、音がずっとね
反響して聞こえるんですよね。この辺りの静粛性でいくと、フリードと比べたらもうこちらの方が上だなと思いますし、オデッセイと比べてもこちらの方が上かなというふうに思います。ステップワゴンのプレミアムラインっていう、上の上級グレードになりますので、内装を見ていただく通り、この辺りすごくスエード調の表皮が使われていたり、ここら辺もねソフトパッドが使われていたりとか高級感があると。セレクターのところに関してもこの辺はね無塗装樹脂であるわけですけれども、ここの部分とかねちょっと違った脂肪が入っていたりとか、黒い内装黒い基調になっているんですよね。ですので、若干このプラスチック無塗装の樹脂を使っている部分はあるにせよ、質感的に何か気になりますとか、そういったものはねないなと思うんですよね。この辺りデザインうまいなっていうふうには思います。ただ今はちょっとねこれ試乗車として出ているものなんで、こういうところを見ていただくと若干こう傷みたいなものがついているんですけども、プラスチックで結構ねその傷ってつきやすいので、この点だけはね運用上はね気をつけていかないといけないかなというところは感じましたが、全体的に見るときにやっぱりねいい車に乗ってるぞっていうか、高い車に乗ってるなっていうところを気持ちよく乗れるというところで、この車でちょっと旅とか旅行とか行きたかったなっていうのをちょっと常々やっぱり感じちゃう、思ってしまうような車としての出来すごいなというふうに思うところかなと思っています。ということで今回はこのステップワゴンのプレミアムラインの車ですね、こちら改めて試乗をしてみて感じることを、これについてお話の方をいたしました。今回の動画面白かったな、参考になったなと思っていただけでございましたら、よろしければ高評価ボタンだけでも押していただけると嬉しく思います。チッチョ TV では今後もホンダ車に関する動画の方を出していくことを予定しておりますので、よろしければこの機会にチャンネル登録をしていただけると嬉しく思います。ここまでのご視聴ありがとうございました。